ママ起きて、起きないと。林家の火事に巻き込まれた私。遠のく意識の中で、なぜか夫の声がした。よし、計画通りだ。火事から私を目覚めさせ、助けてくれたのは、翌朝私のベッドの横には傷だらけの義母が。一体どういうこと？私の名前はさえ子、50代主婦。義実家で義母と同居している。息子が一人いるが、もう成人して家を出ている。実は私にはもう一人子供がいたが、幼くして亡くなってしまった。今から20年近く昔のことだけど、当然今でも忘れられず、命日と誕生日は欠かさず供養をしている。義母もその子のことを可愛がってくれて、供養に毎回付き合ってくれている。しかし、夫は供養にはあまり協力的ではなく、死んでしまった子供のことをいつまで気にしているんだ、と言っている。夫は合理的で冷たいところがあり、他人の痛みに鈍感なところがある。優しく情の深い義母と親子とは思えなかった。義母とは仲良くやれていて、嫁姑問題とは無縁で、古い家で子供たちとのことを思い出しながら静かに暮らしていた。そんなある日のこと。こんにちは。今日からお隣に引っ越してきました。私たちの隣の家に新しく隣人が引っ越してきた。古くて狭く、売りに出されてもなかなか買い手がつかなかったようだったが、とうとう新たな住人が現れたらしい。隣人は30代後半から40代くらいの気が強そうな女性だった。うちはまだ小さい子供が4人もいるから、うるさかったらごめんなさい。私はシングルマザーで、仕事で夜遅くなることもあるんで、ご理解いただけたらありがたいです。そう言ってその隣人女性は頭を下げた。名前は弓江というらしい。しっかりと丁寧な挨拶をしてきた隣人弓江に、私は好感を持った。そんな、うちは年寄りばっかりだから、子供たちの元気な声が聞こえるのは大歓迎よ。弓江さんも無理しないようにしてね。私にできることならお手伝いするわね。私は帰ってきた夫にその話をした。それでね、お隣に引っ越してきた方、弓江さんって言ってシングルマザーで、お子さん4人もいて大変そうなのよ。私も何かお手伝いしたいなって思ってるの。お隣さんにかまけて家のことがおろそかにならんようにな。わかっているわよ。それに弓江さんなかなかの美人さんよ。あなたも挨拶に行ってみたら？と私がからかうと夫は、くだらん。と言った。前から冷たいところのある人だと思っていたけれど、最近ますます態度も口調も冷たくなった。こんな調子で夫の定年後、私たち仲良くやっていけるのかしら。私はため息をついた。その数週間後から夫は仕事が忙しくなったようで、残業や休日出勤、出張が増えて家にいないことが多くなった。ねえあなた、急に忙しくなったみたいね。あなたももう若くないんだし、あんまり無理しない方がいいんじゃない？仕方ないだろ。仕事なんだから。多少無理するのは当たり前だ。まあ主婦にはわからんだろう。夫はまた冷たい口調で言った。もう体調を心配して言っているのに。
私は心の中であっかんべえをした。そんなある日、私は買っておいた宝くじが当選していることに気がついた。それもかなりの金額。私は思わず飛び上がった。しかし宝くじ当選者は内密にしておくのが鉄則。でないと人間関係や日常生活が壊れてしまうと聞いたことがある。私は夫と義母にだけこのことを打ち明けた。何に使おうか考えてみたんだけど、この家も広いけど古くなっているし、お母さんもこれから暮らしにくくなると思うから、お母さんや私たち夫婦が老後暮らしやすい家を建てるのもいいかなって思って。ねえ、あなたはどう思う？老後のための家づくりなんて貧乏くさいこと言うなよ。せっかくだからパッと合流しようや。夫はニヤニヤしながら言った。夫はもともと家というものにあまり興味がないようだ。義母と私に家のメンテナンスは任せきりで、暮らしにくいと言われてもピンとこないようだ。合流したいという無計画な意見を聞き、夫に告げた。聞いておいてなんだけど、これは私が当てたお金だから、使い道は私が決めさせてもらうわ。それに、いきなり合流なんてしたら体に悪いわよ。ただでさえ最近生活が不規則になっているのに。義母も横でうなずいている。夫は不服そうな顔をして、ちょっとタバコを吸ってくる。と言って部屋を出て行った。その翌週、私はお隣の弓江宅に呼ばれた。先日弓江の子供を少しの間預かったことがあり、そのお礼がしたいのだという。先日はうちの子がお世話になりました。あの子ったら鍵を忘れて家に入れないだなんて。ほんとおっちょこちょいなんだから。弓江は苦笑いしながら手作りのクッキーを振る舞ってくれた。いえ、うちはいつでも大丈夫よ。鍵、学校で見つかったみたいでよかったわね。わ、このクッキー、すごく美味しい。弓江さん、料理上手なのね。私はクッキーを一口食べると目を丸くした。そのクッキーはとても完成度が高く、店で出しても売れそうなものだった。ありがとうございます。うちはほら、子だくさんだから、市販のやついくら買っても追いつかなくて、こうやって手作りする方が安上がりなんですよ。そう言って弓江は微笑んだ。美人で料理上手でシングル。これは周りの男たちが放っておかないのではと思ったが、まだそこまで親しくないうちにそういうことを言うのは失礼かなと思い、私はクッキーの話を続けることにした。このクッキーのレシピ教えていただける？うちでも作ってみるわ。でも私がこんなに美味しいお菓子作ったら夫がびっくりしちゃうわ。私はカバンからペンとメモ帳を取り出そうとしたが忘れてきたことに気づき、スマホの動画録画ボタンを押した。最近義母や友人にレシピを教えてもらうときなどによく使っているので、ごく自然に録画ボタンを押してしまった。あまりにも自然だったので、弓江も録画していることに気がつかなかったようだ。へえ、レシピ自体は簡単だけど、焼く前の一手間が大事なのね。勉強になるわ。私はレシピを聞き終わった後に、そのまま録画を停止するのを忘れ、会話を続けていた。さえこさん、お茶がなくなってますね。おかわり入れます。ありがとう。このお茶もすごく美味しいわ。あら、やだ。なんだか眠たくなってきたみたい。私、こんなところで。
弓江が入れてくれたお茶を飲んでいると、私は急激に眠くなり、意識が遠のいていった。遠のく意識の中で、聞き覚えのある声が聞こえてきた。よし、計画通りだ。例のあれも忘れるなよ。この声は夫？なぜ夫がこんなところに？私は何とか意識を取り戻そうとしたが、抵抗も虚しく、意識はそこで途切れてしまった。ママ。私は夢の中にいた。夢の中で私は幼くして亡くした子供と遊んでいた。公園で砂遊びをして、滑り台を滑って、ブランコをして。ああ、いっぱい遊んだね。そろそろお家に帰ろっか。そう言って私は子供の手を取って歩き出そうとすると、子供は突然私の目をじっと見ていった。その顔はさっきまでとは打って変わって真剣そのものだった。ママ、起きて。起きないと死んじゃうよ。頑張って。何言ってるの？と思ったその時、私ははっと目が覚めた。目を覚ますとそこは火の海だった。状況がわからずパニックになる。私は確か弓江さんの家にいたはずではなかったか。何が何だかわからなかったが、火の海に飲まれるわけにはいかないと、生存本能だけで必死で出口を探した。幸いなことに近くに吐き出し窓があり、そこから私は必死で脱出した。どうにか外に出られたと思った瞬間、また強烈な眠気が襲ってきて、私は立っていられなくなった。さっき脱出することができたのが嘘のようだ。これが火事場の馬鹿力というやつか。いえ、これはきっとあの子のおかげ。強烈な眠気で私はその場で膝をついた。炎はすぐ後ろまで迫っている。ちょっと、サエコさん、しっかりしなさい。薄れゆく意識の中で私は義母の声を聞いたような気がした。私が次に目を覚ました時には朝になっていた。鳥の鳴き声が聞こえる。頭がまだぼーっとしていたが、状況を把握しようと周辺に視線をやる。どうやら私は自分のベッドで寝ているようだ。お隣さん家の火事はどうなったのか。頭にクエスチョンマークがたくさん並んでいた。とりあえず状況を整理しないと、と体を起こして横を向くと、私は思わず悲鳴を上げた。横に顔から血を流した人が横たわっていたからだった。予想外の状況に動転したが、よく見ると義母だった。横で横たわっていた義母は、顔にも腕にも傷があり、ろくに手当てもしないで眠ってしまったであろうことが、固まった血の跡から伺えた。私の声で目を覚ました義母が、ああ、サエコさん、目が覚めたのね。よかったわ。と微笑んだ。穏やかな表情と傷だらけの顔のギャップが痛々しかった。お母さん、どうしたんですその傷。私、あんまり覚えていないんですけど、私はお隣さん宅にお邪魔していて、それで火事に巻き込まれて。そうだ、お隣さんは、弓江さんは大丈夫なんですか？私の質問に義母は深刻な表情になった。実はね、弓江さん、昨日あったことを話すわね。そう言って義母は話し出した。昨日の午後、私が弓江宅にお呼ばれしている間、義母は家に一人でいた。明日の古紙回収に出そうと古新聞をまとめていると、お
おばあちゃん、助けて。と子供の声が聞こえたような気がした。その声に聞き覚えのある気がした義母は、ふと胸騒ぎがして外に出た。すると隣の家から煙が出て、焦げ臭い匂いがしていた。私が隣家にお呼ばれしていたことを思い出し、心配になった義母は大慌てで隣の家へ走った。正面玄関のインターフォンを押しても誰も出ないし、悠長に応答を待っている状況でもないと判断し、義母はフェンスを乗り越えて隣の敷地に入った。70代の義母にとってフェンスをよじ登って降りることは容易ではなく、着地に失敗して隣の家の木の枝に引っかかり、顔も腕も傷だらけになった。それでも構っていられない。嫁があの煙に巻かれているのかもしれないのだ。義母は何度も私の名前を呼びながら煙の出ている方に近寄っていくと、剥ぎ出し窓近くに倒れている私の姿を発見した。大慌てで走り寄ろうとして伸びていた雑草に足を引っ掛け、また転んでしまう。そばにあった石で顔をしたたかに打ったが、煙に巻かれている嫁を放っておけない。部屋の中からはオレンジ色の炎が吹き出してきた。ちょっと、サエコさん、しっかりしなさい。義母は私に駆け寄り、引きずるように炎から離れた玄関口に運ぶと、救急消防に電話をかけた。近所の人からの通報もあったようで、すぐに消防車が来て、私は救急車で運ばれた。病院で検査をした結果、眠っているだけで身体的な異常は認められなかったので、入院とはならなかった。実際、私は一旦病院で目を覚まし、自分でタクシーにも乗り込んだそうだ。しかし、自宅に到着すると、ベッドに崩れるように倒れ込んで、また眠り込んだという。義母自身もどっと疲れが出て、崩れるように隣で眠ってしまったらしい。と、ここまでが義母の話だった。70過ぎの義母がお隣の家との間のフェンスを乗り越え、意識のない私の体を運んだのだから、自分の傷の手当てもせずに眠り込んでしまったのは無理もない。私は義母の行動に心を打たれた。ふと私は夫のことを思い出した。義母が老体に鞭打って活躍していたのに、夫は何をしていたのだろうか。日中は仕事があったとはいえ、隣の家が火事になり、一晩妻と母が眠りこけていたのに、夫は？私は義母に夫のことを聞くと、困惑した表情で、それが電話もつながらないのよ。困った子ね、こんな非常時に。私も困惑したが、電話と聞いて思い出したことがあった。そういえば私、弓江さんに教えてもらったレシピを録音しようとして、スマホの録画しっぱなしだったんです。それを聞けば、火事の原因や弓江さんの行方もわかるかも。これ、サエコさんのすぐ近くに落ちていたのよ。枕元のスマホを指さした。電池切れになっているらしい。私は充電ケーブルを差し込んだ。火事になった家からは誰も発見されなかったらしい。弓江の子供たちはみんな保育所か学校に行っていた時間帯なので、家にいたのは弓江だけだったが、その弓江はどこに行ったのだろう。それに、弓江の家で意識を失う前に聞いたあの声は、夫だったような。私はスマホに蓄電されるのを待って、動画再生ボタンを押した。そこに録音されていたのは、とんでもない内容だった。よし、計画通りだ。例のあれも忘れるなよ。夫の声が聞こえてくる。私と義母は顔を見合わせた。
大丈夫、準備万端よ。この女も睡眠薬でぐっすり眠っているわ。じゃあ火をつけるぞ。オッケー。この女が遊びに来た時に火の不始末で火事を起こしたと。私はちょうど買い忘れたものがあって出かけている時だった。完璧なシナリオね。ああ、妻は火の始末にだらしなくって、ぼや騒ぎを起こしたことがあるって、俺が証言しておくよ。これであいつがいなくなれば、あいつの金は俺のものだ。だいたいずうずうしいんだよ。宝くじに当たったのは私だから私のお金よなんて。今まで俺に養ってもらってたくせによ。夫の吐き捨てるような声が聞こえた。ええ、自分で稼いでもいないのに、あんな大きい家に住んで、本当に腹が立つわ。そのお金は私たちの結婚資金にしようね。ふふふ、ぐふふと二人の笑い声が重なって響いた。火種を作っているのだろう。細工の音がした後、しーんと静かになった。二人とも出かけてアリバイを作っているのだろう。そしてスマホの充電が切れたのだろう。音は聞こえなくなった。私と義母は無言だった。義母の顔は真っ青だった。おそらく私も同じ顔色をしているのだろう。その時玄関から賑やかな声がしてきた。夫の声も混じっている。義母は何かを決心したように自分の携帯電話を取り出した。そしてどこかに電話をかけた後、義母一人で玄関へと向かった。玄関にいるのは夫と弓江、そして弓江の4人の子供たちだった。母さん、お隣の弓江さん宅が火事になって大変そうだから家に連れてきたんだ。お子さんたちも住むところがなくなって大変そうだったから、ちょっとそのことでバタバタしていて電話に出れなくてすまなかった。あれ、紗栄子は？わざとらしく夫が聞いた。義母は呆れて物も言えないようだった。その時私はわざと大きい声を出して玄関に姿を現した。おかえりあなた。あら、弓江さん。昨日はいきなりいなくなってどうしたの？夫と弓江は私の姿を見て口をパクパクさせた。あら、どうしたの？弓江さんも幽霊でも見たような顔をして。ねえ、あなた、いつの間に弓江さんと仲良くなったの？私の口調から二人の目論みがバレていることを察したようだ。いや、お隣さん同士、困っているときは助け合わないと。夫はしどろもどろになっている。弓江は私のことをきっと睨み。何よ、あんたみたいに地味で冴えない女が広い家で優雅に主婦してるのに、私は狭い家で毎日育児と仕事に追われて不公平よ。あんたがいなくなればこの家も私のもの、旦那も私のもの。あんたさえいなくなれば。そう言って私に飛びかかろうとした。その時、ストップ、そこまでだ。玄関先には警官が立っていた。実は少し前に義母が電話をかけていたのは警察だった。そうして夫と弓江は警察に連れて行かれた。私の提出した録音の会話が証拠となり、二人は有罪となった。夫の自供によると、やはり弓江と不倫をしていたらしい。弓江に私が宝くじに当たったことを言うと、この計画を持ちかけられたらしい。私が家に来て失火させ、その結果私がこの世からいなくなれば、火災保険金と宝くじ当選金、
そして私の生命保険が手に入る。そして私のせいで住むところがなくなった弓江一家を住まわせて、めでたく夫は弓江と結婚できる。そんな筋書きを描いていたらしい。嫁の代わりに若い女性と子供たちが来て賑やかになれば、私も喜ぶと思ったらしいわ。義母はそう言って絶望にも似た呆れ顔をした。本当に夫は冷たくずる賢いだけでなく、人の気持ちがわからない人だったんだ。私は怒りを通り越して、夫をかわいそうな人だと哀れんだ。弓江が刑務所に入っている間、子供たちは施設に入ることになった。子供たちに罪はないので、私も気にかかり、たまに施設に差し入れをしている。私はその後、義母と一緒に引っ越しをした。家は売りに出した。宝くじで当たったお金があったので、バリアフリー住宅に住むことができた。引っ越し先は息子の住まいの近くで、あんな事件の後で落ち込んでいるだろうと、私を心配してちょくちょく顔を見せてくれている。一緒に住もうかとも言ってくれたが、息子が結婚する時の足かせになってはと思い、同居を断った。大丈夫よ。おばあちゃんと暮らすわ。私は夫と離婚することを決めていたので、義母との関係は人には説明しづらいものになるだろうと予測していた。でも私たちは本当の親子のように仲良く暮らしている。今でも義母の顔には、あの日私を助けてくれた時の傷が残っている。傷をものともせず、私を渾身の力で助けてくれた義母には感謝してもしきれない。そしてあの時、私と義母に異変を知らせてくれた声の持ち主。間違いない。幼くして亡くなったあの子だ。あの子が私を助けてくれた。そう思うと胸が熱くなった。身内の裏切りはとても辛い思い出。だけど私には守ってくれる家族がいる。その幸せをかみしめて暮らしていこう。前の家から移した子供の仏壇を拝みながら、私は日々そう思っている。